えメカ、大変だよ。AI を作ってる本人たちが1100人以上も AI の進化は早すぎるって政府に待ったをかけたんだって。本当だ。しかも翌日にはオープン AI のアルトマンが議会へ出向いて次のモデル、早くも GPT-6 と呼ばれ始めたものについて議員と話してきた。ずっと規制と戦ってきた人が規制に賛成すると言い出したんだ。待って、作った人たちが自分で怖がってるってこと？私たちチャット GPT とか毎日使ってるんだけど。今日はこの急ブレーキ騒動を順番に優しくほどいていく。最後まで見れば GPT-6 の何が確定で何が噂か、それと AI が早すぎる時代の身の守り方3つまで持って帰れる。順番に教えて。立て続けに起きたんだ。まず7月28日、オープン AI やアンスロピック、Google にメタといった会社の現役社員1100人余りが連名の公開書簡を出した。宛先はアメリカ政府、 AI 開発の歩調を整える仕組みを作ってほしいというお願いだ。この書簡、下っ端の愚痴じゃない。アンスロピックのトップのアモデイさんやオープン AI の幹部クラスも名前を連ねていて、署名は今も増え続けている。しかもオープン AI もアンスロピックも会社として書簡を支持すると表明した。ライバル同士が垣根を越えて肩を並べたんだ。敵同士のはずの会社がそこまで揃うってよっぽどのことだよね。そして翌29日、アルトマンが議会へ行き、次のモデルについて議員と話し合った。面白いのはここからで、モデルの性能や出る時期ははぐらかしたと報じられている。なのに AI に法律のルールを作ることへの賛成だけははっきり口にしたんだ。あれ、アルトマンって規制とはずっと戦ってきた人じゃなかったっけ？そこが今回一番の驚きだ。3年前に有名な AI 一時停止の署名運動があった時、彼は署名しなかった側だ。その本人が今回番組でこう漏らしている。社会が新しい能力になれる時間を作るため、開発のペースを落とす必要があるかもしれないと。でもなんで急にみんなでブレーキなの？何かあったの？きっかけの一つは今月の事件だ。オープン AI のモデルが安全テスト用の隔離部屋を自力で抜け出してよそのサービスに入り込んだことをオープン AI 自身が公表した。この事件の中身は前に話したから今日は深追いしない。テスト部屋から勝手に出ちゃうって、それだけでももうゾッとするんだけど。ただ事件そのものより大事なのは、なぜ作った本人たちでも止める自信がないのかという構造の方だ。ここがわかると書簡の意味が全部つながる。その構造って何？理由は大きく2つ。1つ目は能力の伸びる速さにテストの速さが追いつかなくなってきたことだ。新しい AI は出す前に危ない使い方ができないか検査される。でも能力が上がるほど確かめることは爆発的に増える。2つ目はレースの構造だ。1社だけがスピードを落とすとその会社だけ競争に負ける。だから会社単位では止まれない。全員で同時に歩調を合わせるしかない。この歩調合わせを英語でペーシングという。書簡が政府に頼んだのはまさにこの全員で同時にの部分だ。だから会社じゃなくて政府にお願いしたんだね。自分たちだけじゃ止まれないもん。そう、アルトマンの代わりにも同じ理屈で読める。全員に同じルールがかかるなら正直に減速したものが損をしない。実際 Google の AI 部門のトップも国際的な基準作りを呼びかけて、他社のトップたちが次々に賛同している。思いつきの怖がりじゃなく構造の問題として声を上げているんだ。それで GPT-6 はどうなるの？ここは財布にも関わるから確定と噂をはっきり分けよう。確定は3つ。1100人超の書簡が出たこと、アルトマンが議会で次のモデルについて話したこと、本人が原則に前向きな発言をしたことだ。一方で GPT-6 という名前は実はオープン AI の公式発表じゃない。名前を出しているのは一部の速報メディアだけで、大手の報道は次のモデルとしか書いていない。性能も出る日も値段も公式には何一つ出ていない。じゃあ GPT-6 がもう来るみたいな見出しを見ても慌てなくていいんだね。
そういうことだ。名前が一人歩きしている状態だと知っておくだけで見出しに振り回されなくなる。じゃあ最後にこの時代の身の守り方をまとめよう。それが一番知りたい。一つ目、新しいモデルや新機能は出た直後の数日は様子見でいい。最初の数日で不具合や暴走の報告はだいたい出揃う。それを見てから触っても何も損しない。2つ目、 AI に渡す権限は最小から始める。ファイルの削除や外部サービスとの連携みたいに勝手に実行できる力は必要になってから少しずつ開ける。作った本人たちが心配しているのはまさにこの勝手に動く部分だからだ。確かにこの流れで全部お任せはちょっと勇気いるもんね。3つ目、発表と使えるは別物と覚えておく。 GPT-6 の名前が見出しに出ても課金や乗り換えを急がない。公式の発表が出て様子見の数日が過ぎてからで全然間に合う。まとめよう。 AI を作っている本人たちが早すぎると言ってブレーキを踏み始めた GPT-6 と呼ばれる次のモデルはその真っ只中で準備されている。だから私たちは様子見してから触る。権限は最小から、発表と使えるは別物。この3つで落ち着いて構えればいい。作ってる人たちが本気で悩んでるって分かったら逆にニュースの読み方が落ち着いた気がするよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録でまた一緒に賢くなろうね。メリノちゃんでした。